ロンドンから少し足を伸ばした先にある、イギリス最大のパワースポット、グラストンベリー。ここは、アーサー王伝説や、聖杯の神話が今も息づく。美しく、神秘的な伝説の聖地です。今回は、ロンドンからの行き方はもちろん、不思議な魔法の街並み、おすすめのグルメ、そして、心ほどける奇跡の泉まで、グラストンベリーの魅力を余すことなくご紹介します。それでは、日常を忘れる癒しの旅へ、一緒に出発しましょう。ロンドンのパディントン駅から、まずは列車に乗って、ブリストルテンプルミーズ駅へと向かいます。都会の喧騒を離れると、車窓にはイギリスらしいどこまでも続く、のどかな緑の丘が広がります。ブリストルテンプルミーズ駅に到着。ここからバスに乗り換えて、いよいよグラストンベリーへ。1時間に1本しか来ないローカルバスで、1時間半弱の旅。素敵な田舎町の景色でしたが、予想以上の激しい揺れとの戦いがありました。無事に、グラストンベリーのバス停に到着です。ホテルまでは、ここから歩いて15分。すでにロンドンとは明らかに違う。優しくて、少し不思議な空気。ああ、本当にここまで来たんだなと、胸が高鳴ります。ホテルに荷物を置いたら、早速魔法の街へ。通りに一歩足を踏み入れると、思わず、可愛いと声が出てしまうほど、色とりどりのお店が、ずらりと並んでいます。魔法のほうきが飾ってあったり、キラキラしたクリスタルが窓際で光ったり、とことこ歩くだけで心がどんどん軽くなっていきます。こちらのお店ではセルフでオラクルカードが引けました。旅の記念に試してみました。ちょっと気になって大通りから小さな路地裏に迷い込んでみました。ここにも小さくて可愛いお店がぎゅっと詰まってました。ちなみにこれは郵便局。古い建物が可愛らしかったです。おすすめのグルメ。最初に紹介するのはこちらのティールーム。お目当てのスコーンは今回のイギリスの旅で間違いなくナンバーワンの美味しさでした。2軒目はお化けの出ると噂のあるパブです。かつてグラストンベリー修道院を訪れる巡礼者のために建てられた15世紀から続く歴史のある建物が使われています。長い歴史がある分、お化けが出るという不思議な噂もたくさん。そんなお茶目な怪談話もこの魔法の街らしいですよね。注文の仕方は、まず入り口にメニューの紙があるので、それを取って席を決めます。注文が決まったら、バーテンダーのところへ行ってテーブル番号を伝え、食事と飲み物の注文をしたら、そこでお会計をします。その場で飲み物をくれるので、それを席に運び、あとは、ウェイドレスが食事を運んでくれます。最後に紹介したいのは、ホテルの近くで見かけた、ミュージアムの中にあるカフェです。ミュージアムは入場料がかかりますが、カフェは無料で入れます。とても雰囲気のいいカフェなので、地元の人が集まっておしゃべりしたり、一人でお仕事してたり、地元の人に愛されてるカフェです。ここからはいよいよこの旅のハイライト、グラストンベリーの聖地を巡っていきます。最初に向かうのは街のどこからでも見上げることができるグラストンベリー島。この丘はアーサー王伝説で登場する幻の島アビロンの跡地だとも言われている。歴史と神話が深く重なる特別な場所なんです。なぜここへ来ると心穏やかになるのか。実は地球の強力なエネルギーの通り道であるレイラインがこの丘の真上でちょうど十字に交わっているからだと言われています。頂上にポツンと佇むのは14世紀に建てられた聖マイケルの塔です。屋根も扉もなく、ただ空へと吹き抜けている不思議な塔。中に入って見上げると四角く切り取られたイギリスの空が広がっています。
登る途中で知り合ったおじいさんが、帰りは逆側の階段を降りた方が早いと教えてくれました。確かに、行きは急な坂道をゆっくり登ってきたので30分くらいかかりましたが、帰りはあっという間でした。一歩ずつ丘を降りながら何度も後ろを振り返っては、この美しい塔を目に焼き付けました。すっかりエネルギーを満タンにチャージしたところで、次の目的地へ。次に向かったのは、イギリス最古の聖地、グラストンベリー修道院。かつては国内最大級の権力を誇り、アーサー王とギネビア王妃のお墓が見つかった場所としても知られています。今は美しい廃墟となっていますが、残された石のアーチを見上げると、当時の圧倒的なスケールを感じます。こちらがアーサー王のお墓です。伝説の王が眠る場所として、世界中からファンが訪れる特別なスポットです。実はさっき、町の魔法使いのほうきを売ってるお店の女性が教えてくれたんですが、お店の裏のドアは今でもアビーから修道士たちがちょくちょく出入りしているそうです。そんなスピリチュアルな噂話がごく普通の日常として話されているグラストンベリーが魔法の街と呼ばれる理由がなんだか分かった気がします。こちらがアビーの台所です。アビーの中で唯一当時のまま完全な姿で残っている貴重な建物です。午後を過ぎると校外学習の子供たちが増えて賑やかになります。もし静かに写真を撮りたいなら午前中の時間がおすすめです。続いての目的地はグラストンベリーを象徴するもう一つの聖地、チャリスウェル。ここは何千年もの間一度も絶えることなく聖水が湧き出ていると言われている世界で最も古い聖なる泉の庭園です。アーサー王伝説や聖杯伝説の舞台としても知られているこの神秘的なお庭は今も世界中から多くの人が癒しを求めて訪れる特別なパワースポットです。ちなみに入場券を見せれば同じ日に再入場が可能なので、夕方の人の少ない時にまた来るのがおすすめです。ここからは実際の水の音をお楽しみください。何千年もの間絶えることなく湧き出ている聖なる水の音、ぜひ耳を澄ませて現地の優しい空気感をそのまま感じてみてください。ここから聖なる井戸へ、天と地のつながりを示す美しい蓋に覆われたこの場所から今も絶え間なく清らかな水が湧き出ています。ギフトショップでは聖水を持ち帰れる小さなボトルも売られていました。もう一つの聖なる泉、ホワイトスプリング。ここは館内が撮影禁止のため映像はありませんが、本当に特別な空間でした。中はひんやりとした洞窟のようで、ろうそくの炎だけが空間を照らしています。足元や壁、至るところから水が流れ落ち、たくさんの人が瞑想にふけっていました。ここからは今回泊まったホテルがとても良かったのでご紹介したいと思います。場所は
チャリスウェルの目の前です。Airbnb のように入り口にキーボックスがあるタイプのホテルで、オーナーの方とは一度も顔を合わせませんでしたが、細かく連絡をいただけました。冷蔵庫にポットにコーヒーマシーン、簡単な食器類、湯たんぽまでありました。水回りのアメニティも充実していて、オーナーさんの気配りを感じました。楽しかったグラストンベリーを後にして、いよいよロンドンへ戻ります。帰りはキャッスルケリー駅までタクシーで。日曜日の雨の朝ということもあって、タクシー会社に電話してもなかなか捕まらず、事前に予約しておけばよかったと後悔しました。なんとかタクシーが見つかって一安心。お値段は55ポンドでちょっと高いかなと思いましたが、すぐに駆けつけてくれて、感じのいい女性だったので、妥当だと自分で納得させることにしました。こちらの駅は新しく、構内にチーズ工場までありました。出発まで駅のカフェで、ほっと一息。この数日間の神秘的な出会いを、一つ一つ、愛おしく思い出していました。都会の駅の賑やかな景色が見えてくると、なんだか日常に戻ってきたような。でも、心にはまだ、あの特別な風が吹いてるような不思議な余韻に包まれます。最後まで見てくださってありがとうございました。次回の旅もお楽しみに。